美少女戦士セーラームーン。テレビでは確か1991年に放送されましたが、その翌年にすでにゲームが出てますね。1992年12月18日、ゲームボーイ、美少女戦士セーラームーン第1作。こんなんがありましたね。1993年8月27日。こちらはスーパーファミコン。美少女戦士セーラームーン。1993年12月29日に同じくスーパーファミコンで美少女戦士セーラームーン R というのが出てますね。1994年7月15日。今度はバンダイから出たパズルゲームですね、これは。やったことないんですけど、どんなんでしょうかね。同じく、こちらもスーパーファミコン。1994年12月16日、美少女戦士セーラームーン S 場外乱闘主役争奪戦というのが出てますね、ゲームで。格闘ゲームでしょうね。ストリートファイターが流行ったんでね。多分そんな感じでしょう。1995年、美少女戦士セーラームーン S クルックリン。これ何ですかね、これは。これもパズルゲームっぽいですけどね。スーパーファミコンで出てましたね。1995年9月22日。こちらもスーパーファミコンなんですけど、美少女戦士セーラームーンアナザーストーリー。これはおそらく格闘じゃなくてロールプレイングですかね、これ。こんなんが出てますね。同じく1995年12月8日、美少女戦士セーラームーンスーパー S ふわふわパニック。これなんでしょうね。こちらも見た感じパズルゲームのようですけど、こんなんがありますね。1996年3月29日にスーパーファミコンで今度は格闘ゲームですかね。美少女戦士セーラームーンスーパー S全員参加、主役争奪戦。今度はスーパーズ。セーラームーンスーパーズで出てますね。スーパーファミコンで。どんなんですかね。全員で格闘するんですかね。格闘ゲーム。こんなんがありましたね。これはちょっと珍しい。これスーパーファミコンなんですけど、スーパーニンテンドーって書いてますけど、日本ではスーパーファミコンのことですけど、これ EU 版って書いてるんで、やっぱり EU で発売されたスーパーファイコン、セーラームーンなんでしょうね。EU 版セーラームーン。こんなんが出てますね。ヨーロッパバージョン。こんなんあるんですね。で、こちらも EU 版って書いてるんで、ヨーロッパで発売されたセーラームーンなんでしょうね。任天堂 DS でヨーロッパ版セーラームーン。こんなんがあるんですね。ヨーロッパでそもそも任天堂 DS なんかあったんですかね。こんなのがありますね。で、次は、1996年3月8日に発売されたプレイステーション、初代プレイステーションですね。初代プレイステーション、美少女戦士セーラームーンスーパーズ、新主役争奪戦。ちょっと絵柄が違いますけどね。プレイステーションでも発売されてたんですね。で、こちらはちょっと珍しい。これもプレイステーションなんですけど、2001年11月29日に発売されたキッズステーション、美少女戦士セーラームーンワールド、ちびうさと楽しい毎日。これもパズルゲームですかね。パズルゲームっぽいんですけど、これがちょっと珍しいんですね。3DO っていうゲームが昔あったんですけど、3DO の美少女戦士セーラームーン S。1995年から発売されてます。これはちょっと珍しいですね。スーパーファミコンとプレイステーションとゲームボーイはあるんですけど、3DO というゲームで出てました。こちらも珍しい。PC エンジン、スーパー CD ロム、1994年8月5日。美少女戦士セーラームーン。これは、あれですね、PC エンジンというゲームが昔あったんですけど、CD で、スーパー CD ロム。特に画質と音楽が綺麗んですけど、こんなんあったんですね。PC エンジンからも出てたんですね。知ってますかね ?PC エンジン。懐かしい。同じく PC エンジンから、1994年11月25日から、美少女戦士セーラームーンコレクション。PC エンジンから出てますね。これは何でしょうね。コレクション。格闘ゲームですかね。よくわかんないんですけど。こんなんがありました。こちらも珍しい。よく見ると普通のスーパーファミコンのように見えるんですけども、メガドライブでも出てました。メガドライブ知ってますか？昔あったゲーム機ですね。1994年7月8日、美少女戦士セーラームーンメガドライブ版。珍しいですね。これも珍しいですね。ゲームギア。ゲームギアって知ってますか？ 1995 年1月27日、ゲームギアから美少女戦士セーラームーン S が出てます。こちらは
1996年11月29日から出てます。セガサターンから美少女戦士セーラームーンスーパーズビルナスエモーションというのが出てますね。セガサターンから。こんなんやったことある人いるかな？これは何ですかね？これはよくわかんないんですけど、ゲームウォッチかな？ポケットクラブ、ポケットゲーム機ってやるんで、ゲームウォッチの類ですね。美少女戦士セーラームーン、ムーンティアラー。ゲームウォッチでこんなんあるんですね。かなりレアですね。次もゲームウォッチ、バンダイから。美少女戦士セーラームーン R、セーラー戦士参上。おしゃべりコンピューター付き。セーラー戦士参上。これもなんかゲームウォッチみたいな感じですかね。小さなゲーム機。こんなんがあるんですね。これもかなりマニアックですね。レアですね。見たことありますか？美少女戦士セーラームーン R、ムーンセンセーション、セーラームーン R、ムーンセンセーション。この小さなゲーム機でやるみたいですね。子供向けの。こんなんがあったんですね。面白いですね。ポケットゲーム機。こちらもポケットゲーム機。美少女戦士セーラームーン R、蘇れ。ムーンパワー。小さなゲーム機で、ね、子供向けで、ポケットゲーム機ですね。乾電池入れて。こんなのあったんですね。これも珍しいですね。美少女戦士セーラームーン S。ムーンコズミックパワー。おしゃれに変身。コズミックパワーメイクアップ。こんなゲームウォッチがありますね。ゲームポケット。ゲームポケットもたくさん出てますね、種類。コズミックハート。コンパクト付き。これなんですかね。これはボードゲームって書いてますね。ジョイファミリー。美少女戦士セーラームーン R。華麗なる戦い。バンダイから出てますね。これは、何ですかね。ボードゲームって書いてますけど、これもボードゲームですかね。美少女戦士セーラームーン S。月のお城でウェディング。ゲームのようで、ボードゲームですね。これもボードゲームですね。こんなん知ってるかな？これはちょっと珍しいですね。ドンジャラ。ピュアマッチドンジャラ。美少女戦士セーラームーン S。これはかなり珍しいですね。ゲームっていうか、ドンジャラって言うんですけどね。知ってますか？ドンジャラ。次もドンジャラ。ドンジャラ。美少女戦士セーラームーンスーパーズ。ドンジャラ。これも珍しいですね。対象年齢は5歳以上。2人から4人。まで。これはデスクトップ、アクセサリー、スクリーンセーバーって書いてますけど、美少女戦士セーラームーンベストセレクション、デスクトップアクセサリー&スクリーンセーバー。こんなんがあるんですね。パソコンの画像というか。こちらも一緒。スクリーンセーバー、パソコンの壁紙ですかね。美少女戦士セーラームーンスクリーンセーバー、CD ロム版、スクリーンセーバー、こんなんがあるんですね。ちょっとイラストがね、いつもと違うでしょ。原作者竹内直子のイラスト。こんなん持ってるんかな？持ってる人いたらコメントください。かなり珍しいと思いますよ。これマンヌルネコ。違う。西表山猫。西表山猫の動画もね、別動画であるんで見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。